はいどうも、ホルモン島田チャンネルのぶっちゃ島です。日々生活していると、なんだか疲れが取れなくて、だるさが残ることありますよね。何をするのにもやる気が出ない、一気に疲れが吹き飛んじゃうような食べ物ないかなということで、今日はある食材をある人と食べてみます。それでは早速やっていきましょう。やる気スイッチが入りません。僕のやる気スイッチ、どこにありますか？なんだか最近、疲れが溜まっているのか、体のだるさが取れません。やる気出ないなぁ。掃除って毎日するけど、意味あるのかな？誰も見てないし、のんびり掃除しよう。この焼肉屋の YouTube の人、毎日お店やってるのに、毎日動画も上げてるなんて、働き者だなぁ。平日の昼間から、ゴロゴロ、寝てるだけで肉切れて営業できる方法ねえかな。このままだと本当にやる気出ないので、ちょっとある人に電話してやる気の出る食べ物を持ってきてもらいましょう。お待ちしてました。はい、ということで一流大根役者の演技いかがでしたか？今回も激甘の祭典お待ちしてます。うわ、すごっ。はい、ということで今日特別なゲストに来てもらいました。トミックさんです。よろしくお願いします。お願いします。すみません、わざわざ遠くからありがとうございます。いや、すごい綺麗な店内ですね。今日来てもらったのは YouTuber のトミックさんです。知っている人もきっと多いですよね。現在 YouTube 登録者数174万人を超えるチャンネルを運営しています。YouTube 歴も12年ということで、その活動期間もとても長いです。自分もチャンネルを開始する前からトミックさんの動画を見ていて、チャンネルを始めてからも参考にさせてもらった YouTuber の一人です。海の生き物のさばき方や珍しい食材のさばき方、検証動画、最近では飲食店を再レビューする動画や市場の中の飲食店に行く動画なども見ていて面白いです。もともと飲食系の仕事をしていたわけではなく、独学で学んで覚えたというさばき方や食材に関する知識の豊富さや企画の切り口も見ていて興味が湧いてきます。そんな方と本日一緒に撮影することができてとても嬉しいです。ということで今日はトミックさんに食材を持ってきてもらいました。はい。こちらはこれはね、すっぽんというものでして、すっぽんって経験は食べたことはあるんですけど、さばいたことはありません。ああ、なるほど。一番難しいのって結局最初に生き血を取ると。はい。飲んだことは？飲んだことはないです。絶対驚きます。今日はトミックさんにやる気の出る食べ物としてすっぽんを用意してもらいました。滋養強壮、美肌効果、疲労回復、勢力増強。すっぽん料理は食べたことありますが、自分ですっぽんに触るのは今回が初めてです。なんとまだ生きている状態です。すっぽんに関しては締めてしまうと臭みが回ってしまうため、さばく直前に締めるのが一般的だそうです。思ったよりも動きが速く、甲羅の部分は比較的柔らかいですね。すっぽんと聞いてもあまり普段の生活で見ることないし、亀の親戚くらいの感覚ですよね。今回用意したすっぽんは極東すっぽんで、一般的に日本ですっぽんとして思い浮かべるのはこの種類です。亀とすっぽんの大きな違いは先ほども言った通り甲羅の硬さです。亀は硬い甲羅をしていますが、すっぽんは柔らかいコラーゲン質でできています。英語だとそのままソフトシェルタートルと呼ばれています。亀は歯がありますが、すっぽんには歯がありません。ただし噛みつく力が強いので、雷が鳴っても離さないと表現されたりもします。なのでその噛みつく力を利用してこんな感じで布巾やタオルなどを噛ませて首を引っ張ることで首を押さえることができます。あとは甲羅を下側にすることで首を出して起き上がろうとするので、その瞬間の首を持つ方法もあるそうです。と、ここでハプニングです。おしっこびっくりした。サムネ撮影中にすっぽんがおしっこを噴射です。それでは気を取り直して早速さばいていきましょう。今日はトミックさんに教わりながらすっぽんをさばいてみます。お願いします。よろしくお願いします。それではじゃあ首を落とすんですが、はい、その前に首を落とした時に生き血出るんですけど、はい、生き血を入れるようにボウルにお酒をわかりました。これですね、お酒です。ありがとうございます。このお酒入れることによって気持ち程度に殺菌するのと、あと血って空気に触れると固まるじゃないですか。はい、お酒に入れて固まりにくくするっていう。なるほどなるほど。やっぱおすげえ。食べ方もいろいろ悩みましたが、今回は刺身で食べてみます。あとなかなかこんな機会ないので、すっぽんの血も飲んでみます。まずは先ほど説明した通り首を押さえて
甲羅と首の間に包丁を入れて首を切ります。血が抜けやすいようにお尻側の甲羅に切れ目を入れて、先ほど用意したボウルに血を注ぎます。作業の途中なんですけど、せっかくなので新鮮なうちに血を飲んでみましょう。今日は割り剤としてリンゴジュース、オレンジジュース、レッドブル、コーラ、麦茶を用意しました。すっぽんのコースでこういうのあったら面白いですね。面白いですね。1の飲み比べコース。ショットグラスに割り剤を入れて、そこにすっぽんの血を注ぎます。それではそれぞれのすっぽんの血を飲んでみましょう。まずはリンゴジュースです。リンゴジュースね。味しないですね。全く血の味がしません。臭みがなくてほぼリンゴジュースです。これも飲んでみていいですか？色は変化ありますが、何も言われなければオレンジジュース。全然臭くないですね、これ。そうなんですよ。何の変化もなくリアクションが難しいですが、それだけすっぽんの血は飲みやすいということなので、もしどこかで出された際も意外と飲みやすいはずです。甘さとか香りがあるから匂いが消えてるかと思いましたが、麦茶でも血の嫌な感じはありません。首を切る際にすっぽんがおしっこを出しちゃうこともあるらしく、そうすると血も臭くなってしまうそうです。なのでもしすっぽんの血が臭かったら、それはおしっこされているかもしれません。日本酒です。このまま行くのか。俺そっちの方が良かった。絶対そうですよね。はじめに今回はおしっこされたことが功を奏しました。それでは引き続きすっぽんをさばいていきます。血が出る可能性があるので水で流しながら作業します。中央の甲羅の硬い部分と周りのエンペラと呼ばれる部分の境目に包丁を入れて、甲羅に切れ目を入れます。中の膜も切り取って甲羅を剥がします。卵ありました。でもちっちゃいですね、ちょっと。これはメスのようです。オレンジ色の BB 弾のような丸いものはすっぽんの卵です。次に腹の硬い部分に沿うように包丁を入れて、横のエンペラ部分をカットします。ここに切り込みを入れることで上半身と下半身を分けることができます。 BB 玉よりちょっと一回り大きいぐらいかな。卵や内臓も食べられるので取り出して分けておきます。これは心臓です。この体の大きさの割には心臓が小さいですね。これは肝ですね。なんだか豚とか鶏の白レバーのような見た目です。このミミズみたいな細い部分が腸です。このピンクの部分が尿袋です。先ほどおしっこしたので中身はなさそうです。これ油なんですかね。うまいんですよ。この周りにたくさんある薄い黄色っぽい部分が脂肪です。次にエンペラ部分を切り取って食べやすい大きさにカットします。尻尾と足の間に包丁を入れて切り落とします。前足もお腹の部分に沿って包丁を入れてなるべく身をつけないように削ぎ落とします。頭の部分は顎下部分に V 字に包丁を入れて頭を落とします。首の中に食道が入っているので取り除きます。なんだか鳥のさえずりに似ていますね。これ食道抜いたここはもうダメ。最後に四肢を切り落とします。腕のこの胸周りと足のもも周りしかお肉がないですね。ないですよね、やっぱり。不思議な構造。これで下処理は終了です。今日は刺身で食べるので腕と足の部分から身を削いでカットします。こうやって見るとすっぽんって身が少ないですね。せっかくなので肝、心臓、卵、脾臓、脂肪部分も刺しで食べてみましょう。お皿に盛り付けるとこんな感じです。さっきまで生きていたので鮮度は抜群です。身もプリップリに輝いているから見るからに美味しそうです。身の小さい部分はユッケにして食べてみましょう。ボウルにすっぽんの身を入れて、島田の生だれ、ごま油、ホワイトペッパー、コチュジャンを加えてよく混ぜ合わせます。器に盛り付けて卵黄を乗せて薬味をかけてユッケの完成です。それでは早速食べてみましょう。いただきます。まずは身の刺身から食べてみます。プリップリです。少し歯ごたえがあり、噛むと弾力があります。全く臭みないですね。これがすっぽんなんですよ。これはコリコリ好きな自分としては好みです。肝を食べてみましょう。豚でいうレバーですね。これはかなり濃厚で噛むごとに旨味を感じます。ちょっと魚介っぽい、なんか動物とはまた違うような香りがするの。肝も臭みはほとんどありません。豚とかのレバーの方が癖がありますね。これ塊をね。次は心臓です。豚でいうハツですね。牛とか豚に比べるとよりシャキッとした歯ごたえがあります。味わいはお肉と近いです。豚の胃のガツシンとかに近い。ちょっと肉厚な部分にすごいそっくりなシャキッてしてる
美味しい。次は脂身を食べてみましょう。甘みがあってコリッとした食感があります。これは見た目油っぽそうですが、意外とバクバクいけちゃいます。すごい口の中に濃厚なね、もわっと甘さが。私の脂身の調理ご飯みたいな。卵を食べてみます。イクラは噛んだ瞬間プチッとろっとしますが、このすっぽんの卵はプチッドロッとした感じです。イクラとはね、また中の出てくる感じが違う。ちょっとこうドロッとしたとろみのある鶏の卵の卵黄部分だけを詰めたような滑らかな舌触りです。これはスプーンとかでいっぱいすくって食べたいですね。ご飯に乗せて卵かけご飯でも美味しそうです。今日は初めての体験ができてとても勉強になりました。今日も美味しかったです。ごちそうさまでした。はい、本日の動画は以上です。最後までご視聴ありがとうございます。トミックさんとのコラボいかがでしたか？余ったすっぽんの実や甲羅は家に帰ってすっぽん鍋にして美味しくいただきました。トミックさんのチャンネルではまた別な食材を紹介しているので、概要欄に貼ってあるので、よかったらそちらもご覧ください。自分たちは群馬県前橋市と高崎市でホルモンしまったというホルモン屋をやっています。群馬には美味しいお肉を食べられるお店がたくさんあるので、もし群馬に来た際はいろいろ探してみてください。この動画がいいなと思いましたらチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。ごちそうさまです。ありがとうございました。ありがとうございます。いいそれ、すっぽん刺身。いや、めちゃめちゃ美味しかったです。初体験。新しい世界が切り開かれたみたいな。食べたことない人は一回チャレンジしてみてほしい。この味を。またトミックさんの方の動画ではまた別な食材をやりますんで、ぜひ見てください。